牛乳イコール健康って思ってませんか？コーヒーに入れているミルク、美味しいチーズ、便秘解消のために食べていた朝食のヨーグルト、知らず知らずのうち取っているその乳製品が実は体の不調を引き起こしている可能性があります。いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は4読のシリーズとしてやってきました。今回4回目、最終回になります。乳製品。私もね、乳製品大好きでした。そう、乳製品ね、やめれないですよね。私もね、ヨーグルト、チーズ大好きでね、良かれと思ってたくさん食べておりました。でもね、それをやめてみたら肌の調子が良くなったとかね、お腹の調子がいいな、そんなこと感じております。最近ね、牛乳悪、害、毒とされてますよね。どうして牛乳って健康にいいんじゃないの？健康にいいからね、給食とかでね、飲まされましたよね。実は牛乳、子供にはいいけど大人にはちょっと良くないかもっていうことがね、最近言われております。牛乳にはね、カゼインっていうね、タンパク質が含まれていて、これが消化しづらく腸に負担をかける、そういうことがあります。特にね、日本人の多くは乳糖不対症っていうね、牛乳に含まれるね、乳糖を分解する酵素が少なくて、それでお腹を壊したりとかね、ガスが溜まりやすい、そういう体質の人が多いって言われております。まあね、よく言われる乳製品で起こりやすい体の不調っていうのはね、お腹が張って、ゴロゴロ言う、すぐね、お腹下しちゃう。あとはね、吹き出物とか肌荒れ、ニキビできやすい。そういう乳製品食べた後、プツプツってニキビできちゃったな、なんてそういう経験ありませんか？あとはね、アレルギー、鼻炎、副鼻腔炎、そういうね、アレルギー反応ですよね。あとは、女性はね、生理痛、あと PMS の悪化、いつも生理痛が重い、そういう方もね、多いかもしれません。あとは慢性疲労、疲れやすい、頭が重い、ぼやっとする、集中力が出ない、そんな方、そういう季節かなとか体質かななんて思ってたその不調が、実は乳製品をね、控えるともしかしたら改善するかもっていうね、そういう話になります。私はね、乳製品、乳脂肪が多いからね、太りやすい、それが悪いのかなって思っていました。アイスクリームとかね、脂肪分が高いね、アイスクリームあるじゃないですか。美味しいやつね。それは良くなくて、ラクトアイスとかね、そういうね、乳脂肪を落としたもの、そういう方がね、体にいいのかななんて思っていたんですよね。乳製品って脂肪分が多いから健康に悪いっていうわけではないみたいなんですよ。無脂肪乳、低脂肪乳をセレクトすれば、問題ないんじゃないのって思いがちなんですけど、そういうもんでもないみたいです。実は乳製品の本当の問題は脂肪じゃなくて、その中身にあります。特に次の3つのポイント、大人の体にとっては大きな負担となります。まず第一に、さっき言ったカゼインっていうタンパク質ですね。そのカゼインっていうタンパク質は牛乳の約 80% を占めます。人間の体では消化しづらく、腸を傷つけやすいと言われております。特に A1 カゼインっていうタイプね。A1 カゼインっていうタイプは炎症を引き起こし、アレルギー症状や自己免疫疾患の原因となります。私ですね、A1 カゼインが良くなかった。このカゼインがね、腸を刺激することで、リーキーガット、小麦でも言いました、リーキーガットっていうね、腸漏れ症候群につながり、肌荒れ、アレルギー、慢性疲労などを引き起こすリスクがあるそうです。あと第2に、牛乳に含まれるホルモンの影響。乳牛、見たことあります？おっぱいがね、パンパンに張ってて、ミルクですから母乳ですよね。牛の母乳です。出産しないとミルクは出ません。つまり常に妊娠状態の牛の乳、牛の母乳を私たちは飲んでいるっていうことになります。だから牛乳にはもともと女性ホルモン、エストロゲン、プロゲステロン、女性ホルモンがね、たくさん含まれております。子牛をね、大きく育てなきゃいけないからね、
いっぱい成長ホルモン入っています。このホルモンが人間、特にね大人の人間にとっては過剰っていうかね、もう大人ですからね、育ちきってますよね。これ以上大きくなる必要はないんですよ。だけど牛乳をねガバガバと飲むことでたくさん成長ホルモンを摂取することになります。そうなるとホルモンのバランスちょっと取りすぎかなっていうバランスを崩す原因となります。海外の研究ではね、トゥーマッチな成長ホルモンが特にね、そういう生殖器的な部分のがん、細胞のね異常発達、乳がん、前立腺がん、卵巣がん、あとはね子宮頸がんとかね、そういう生殖器のがんにつながっているリスクと関係している可能性が指摘されております。で、3つ目、これもね都市伝説的な、でも考えたらそうだよなっていう、牛の肥料に含まれる薬剤、添加物の問題。牛乳のね生産者さんたちはね、やっぱたくさん牛さんにねミルクを出してもらわなければいけないということでね、大量生産のそういう酪農の現場では牛が病気にならないようにね、餌に抗生物質をたくさん入れたりとか、あとはね大きくそのさっき言ったね妊娠状態でずっとあっておっぱいをたくさん出してもらうためにねホルモン剤を与えています。あとトウモロコシね、大豆、餌になるねそういうものが安価なものがね使われていますので、遺伝子組み換えのねそういうものを牛さんたちにね与えている、そういうことがあります。そのね遺伝子組み換えだったりとか抗生物質だったりとか成長ホルモンですとか、そういうものをね牛さんに与えて、それが牛さんの体を通ってミルク、牛乳としてね私たちが間接的にね取ることになっている、そういうねお話になっております。考えられることですよね。こういうね今言った3つの理由から牛乳はもう完全栄養食だから体にめっちゃいいみたいなね、そういう風に信じてね、私も信じてました。毎朝飲んだりね、乳製品をせっせとね健康のために摂る、そういうことがねもしかしたらじわじわと体にねダメージを与えていたということもね十分にありえます。なのでね、牛乳がなんで悪いのか、脂肪分だけが悪いということでね、無脂肪乳、低脂肪乳、そういう脂肪だけをね抜いたそういうミルクを飲んでいたとしても、問題となっているのがね脂肪分だけではなくてカゼインやねホルモン剤、あとはねその飼料の残留物、そういうものはねそのまま残っています。問題の解決にはねなってないってことですよね。つまり健康のために無脂肪乳を選んでいたとしても本当のリスクはね取り除けてないっていうことになります。乳製品大好きな方もね多いと思うので、やめるなんてね無理。チーズ大好き、ヨーグルト大好き、コーヒーはカフェラテじゃないと飲めない、そういうね方もねたくさんいるかなと思います。お砂糖の回でもお話ししたんですけれども、もういきなりねゼロにしろっていうのはねやっぱりちょっと無理があるんですよね。やめられるわけがない。なのでまずはこんな風にね代替品ちょっとずつね置き換えてみるっていうのはどうでしょうか。まずはね、牛乳を使っていたものをアーモンドミルク、オーツミルク、豆乳なんかに置き換えてみる。今ねたくさんね市販でもありますよね。私はねアーモンドミルク派なのでアーモンドミルクをいつも使っております。できればお砂糖をね加えてない、あとは遺伝子も組み換えてませんよとかオーガニックですよみたいなマークがちゃんとついているものがいいかなと思います。アーモンドミルク、オーツミルク、豆乳なんかはね結構ね成分を調整しているものが多いので、ちゃんと無調整のものを取るっていうことも大事になってきます。あとヨーグルト、私もねヨーグルトが大好きで毎朝健康にいいと思って、若い時はねブルガリアヨーグルトの500の大きいやつありますよね。あれをねもう1日で食べてました。食べ過ぎ、良かれと思って食べてたんですけど、食べれば食べるほど便秘になるし、背中とかにニキビブツブツできるし、今考えるとねやっぱりヨーグルトの量がやっぱ良くなかったなって思います。ヨーグルトも
豆乳ヨーグルトっていうのもね、今結構あるので、豆乳で作られたね、ヨーグルトに置き換えてみるですとかね、そういう感じで置き換えをね、してみるといいかもしれません。私はね、最近ね、ヨーグルトやっとやめられたんですよ。今度ね、豆乳ヨーグルトを作ってみようかなと思ってるんですけど、作ってね、うまくできたら紹介してみたいと思います。あとね、私もね、今もたまにね、チーズ食べたくてね、チーズ買ってきちゃったりするんですけど、なるべくね、チーズとかは取らない。あとはね、チーズはね、植物性のチーズとかね、ナッツの発酵ペーストなんていうのもね、あるみたいなんですけど、私はね、ちょっと買ってみたことがないので、おすすめかどうかっていうのはね、言えないんですが、そういうものもね、あるみたいです。グラスフェッドのそういうね、ただただ草を食べてた少量だったらそこまででもないのかなとは思うんですが、あとね、私もさっき言ったアーモンドミルクを牛乳の代わりに使ってミルクティー作るときはアーモンドミルクティーにする。オムレツを作るときとかね、前は牛乳加えてたんですけど、それをアーモンドミルクにしてみたりとかね、お菓子作り、ケーキとかね、作るときも牛乳をね、アーモンドミルクにして置き換えております。牛乳はね、そこまで代替品がね、難しいっていうわけではないので、ただちょっとチーズが大好きな私にとっては、チーズがね、たまに恋しくなっちゃうんですよね。そこはね、ちょっと我慢が必要かなっていう感じですね。我慢しております。実際ね、ちょっとやめてみて、腸の調子良くなってきたなっていうのは、腸の調子っていうかね、肌の調子が良くなってきたなっていうのは本当に実感していることなので、どこまでが乳製品でどこからが他の4毒かっていうのはそこはねはっきりはしないんですけど、乳製品はね、取りすぎていた分があるので、それを控えるっていうことはね、やっぱり体にとっては良かったのかなと実感しております。そんな感じでね、4度、やめたらわかる、やめてみたら改善した、わかるとも言えるこのシリーズ4読シリーズなんですけれども、最後までお伝えできてよかったと思います。大事になってくるのは、今まで考えたこともなかった4毒、小麦粉、乳製品、油とお砂糖、体に悪いなんてね、あんまり思ったこともなかったことだと思うんですけれども、私もなかったです。大事なのは知ってで選ぶ。不調があるなら一回ねやめてみる。やめて、体の声を聞いてみる。もしかしたらね、体の不調っていうのが甘いものを食べ過ぎていたせいだったりとか、油を取り過ぎていたせいだったりとか、もしかしたら乳製品のせいだったかもしれない、グルテンアレルギーだったのかもしれない、そういうことに気づくっていうことが大切なのかなと思います。なのでね、このシリーズ見てくださった視聴者の皆さんがね、そういう気づきの一つに、ね、なればいいかなと思っております。これまでね、4回見てくださった皆さんありがとうございました。よければね、コメントでね、実際やめてみてこんな効果あったよ、改善してきたよとか、こういう風にねやめたよっていうそういうアイデアがねありましたら、ぜひぜひ教えてください。もしねこの動画が役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。